李シルグンさん、当時16歳。8月6日、李さんは兵庫県から列車で山口県へ向かっていました。途中で列車が止まったため、7日の朝歩いて広島市に入り被爆しました。李さんは広島市内の惨状を今も忘れられないと言います。山口県の実家に帰った李さんは高熱が出て体中に斑点ができました。今もその跡がお腹に残っています。その後、朝鮮人被爆者の救済のため在日朝鮮人被爆者協議会を作り会長を務めています。私は広島っ子ではないんですね。生まれは山口県です。学校から国鉄に最初ですね、学徒動員のような形で入りまして、でそのまま国鉄におりました関係で、交通費が無料というね、そういう利点を利用して、田舎から安い米を母親に買ってきてもらって、でそれを父親と私と妹の3人が他の仲間と一緒に、少しでも高く買ってくれる都会に売りさばいていたんですね。でそれは同じ山口県では、山口県というのは農村地帯ですからそんなに売れないんですね。やはり京阪神に持っていかなければいけない。で京阪神に持っていくとかなり高い値段でその闇ごみを買ってくれるんですね。でたまたま8月5日の夜乗って6日の朝三宮に着いて売りさばいて、そして6日の夜ですね、家に帰るつもりで夜行乗ったんですが、もうその時すでに私どもは知りませんでしたけども、広島には原爆が投下されておりましてね、それで、広島県近くまで来た時にもう列車がだんだん前から疲れてたんでしょうね。ずっと渋滞が始まってノロノロ運転、そしてようやく八本松駅ぐらいまで来たんですけどね。でその辺りからもう全然動かないんですね。それで駅員の話ではこれから伊勢っていうのは八本松から西の方は一切普通だっていうんですね。それでこれは大変なことになったと。でいつ開通するのかって言いましたら、もうそんな見通しは全然聞かないと、全くもう不可能だって言うんですね。でも仕方がないしに、それじゃあみんな歩いていこうかということで、朝割と早かったと思うんですが、みんな降りて、広島方向でも分かんない人ばかりですからね。で線路伝いにできるだけその線路に近い道路伝いにずっと広島方面に歩いてきたんですね。で麹町あたりに入って、で一番びっくりしたのは、麹町ここ広島ではないかなと思ったんですね。でそこから駅が見渡せるんですね。で駅があるはずの駅がないんです。今でしたらね、たくさんビルが建ってますから、少々壊れたってその駅が見えるはずはないんですけども、当時は全部平屋建てでしょう、木造の。だからもう全部潰されていますので駅が目の前に見えるんですね。で駅の鉄骨がねジャーンと曲がっても屋根も何もないんですね。で駅がなくなったなっていうとすぐ分かりました。しかし同時に左を見た時に広島市内がないんですね。でそれにはもう一瞬ギクッとしました。嘘かな、嘘じゃないかなと思ったですね。こんな馬鹿げたことはない。昨べ確かにここ通った時広島の街は生きていたんだ。これ今見たら広島がないんですね。でよくよく見ると本当に広島が死んでしまってる。完全に廃墟に化してもう壊人状態なんですね。でも何度も信じられないし声が出なかったですね。それから本当に不思議な気持ちで市内に一歩一歩近づいていくと同時に、もう家がみなぺしゃんこになってるしですね。それから今の円弧橋あたりですけども、あそこは昔の下流会、いわゆる遊郭街だったような気がするんですが、もう昔は遊郭街にはなんか大きな女の人の写真をいっぱい飾ってありましてね。
でそれはまあ宣伝用の写真だったと思うんですけど、それがまあぺしゃんこになってるし、その下で女の人がねまだ生きておりましたけどね、もうその助けを求めているのかうめき声、そういうのが聞こえていましたしね。それからもう中に入っていくと同時に、その先ほど大洲辺りでその鼻についた匂い、この一周でもう吐きそうになるんですね。吐きそうになるし、その見たらもう人間がもうあっちこっち散らばっているね、ぺしゃんこになっている状況を見た時に、まあ16歳ではあったけど足がすくんでですね、まずもうガタ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 震え始めたし、足が前に進まないんですね。まさにまあ我々が普通地獄地獄って言うんだけども、でこれが地獄でなくて何だろうかなというふうにまあ思いました。で高井の方から今の旧国道ですけどね抜けて、どうにかまあそこまで抜けていった時にもうトラックはたくさんね、今度は逆に今度岩国の方に向かって、もうこれは緊急に動員された在郷軍人とか、そういうそれから勤労奉仕に動員された人々だろうと思うんですね。ゲートルを巻いてね、そういう人たちによってトラックに乗せられた負傷者あるいは遺体がどんどん運び込まれていました。何とかしてもそれに乗せてもらうと言っても、その乗せてくださいということを言ったって乗せてもらえるような状況じゃないんですので、みんなで飛び乗って少しでも離れていこうということで、何台かのトラックに分乗して、乗らせてもらいましてね。でそれで、なんとか難を逃れて山口県に、帰ってきたんですね。でもそれが後にですね、恐るべきその放射能をね吸った被爆者であるということはその当時は分かりませんでしたね。で、しばらくしましてね、熱が出始めましてね、それから下痢状態だったんですけども、それは9人のうち6人ぐらいまでですね、みんなそういう症状、それに似たような症状が起きたんですが、私の場合はとりわけひどかったのかどうか分かりませんが、下痢症状の後に体全体にですね赤いもうその出来物を小さくしたようなものがですね体全体にできました。それででもそれがいわゆる放射能によるものとは私知らないわけですね。で私だけでなく誰も知らなかったと思うんです。原爆っていうのはすごい破壊力を持ってるなということは考えていましたし、直接私は何もしてないのになぜそうなったんだろうかという謎が解き始めたのはそれから何年かしてからのことですね。でやがて何年かして私が広島で、仕事をするようになりまして、こちらに八移りしてきたんですね。そして広島で生活しているうちにその広島の原爆被害者の中にたくさんの朝鮮人がいるということを初めて知るわけです。知った以上やっぱり自分がやるべきだ、そう思ったんですね。それで周囲のいろいろと圧力って申しますかね、そういうものありましたけれども、私は思い切ってやっぱり自分が思ってる正しいことをやろう、そう思いまして1975年にそれまでやってきた30年自分が勤めてきたその道からすっかり足を洗って、そして朝鮮人被爆者協議会を自分の手で作り初代会長として、そして新しい第一歩を踏み出したんですね。そして今日まで非常にこの苦難な道ではあったけども、私の仕事は自分が最初に誓ったようにいっぺんで高いところまで登りきることは難しいが、階段を一段一段一段と登り詰めていくように一つ一つやっていけばいいじゃないかということから、まず結成実態調査、そして我々の存在を広く内外に訴えること、そして支援を受けること、そして次はこの人々に対する償いをしてもらうこと、そういうふうに何段階かに分けてですねコツコツとやってきました。それが多くの私どもの被爆者、そして日本国民の温かい支援によってようやく今日までたどり着いた。でも朝鮮人被爆者問題が抜本的にじゃあ解決されたのかというふうに考えてみるときに、私は何もまだ解決されていない。それは在韓被爆者にしても在朝被爆者にしてもですね、
私はそのままの状態だと思うんですね。政府当局は口では遺憾だ、反省しているということは常に言ってるけれども、何を反省し何を遺憾だと言ってるのか、僕は言葉じゃなくしてやっぱり行いだと思うんですね。悪かった反省してるとすれば、やはりそれに対するきちっとした償い、これができないといけないんじゃないかな。私はその結果を見るまではやはり戦い続けなければいけない。それが広島に入った一人の被爆者としての私の務めだろうというふうに思いますね。